こんにちは。行政書士社会系の虫の園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はですね、助成金補助金のうちの一つ、東京都が行っております人材育成に関する事業、スキルアップ支援事業についてご紹介をしていきたいと思います。このスキルアップ支援事業、令和6年度からのもので、すでに令和5年度のうちにですね、早々と公表しておりまして、公募スタートをしているといった状況になっております。このスキルアップ支援事業についてはいくつかコースがあるんですけれど、そのうちの一つ、DX リスキリング助成金について今回はご紹介をしていきたいと思います。新型コロナウイルス感染症が流行する前からもですね、人手不足といったところは、叫ばれている状況ではあります。そしてですね、以前のバブルの人手不足の状況も超えるような状況になってきていると。同じような人手不足の状況ではありますけれど、バブル期における人手不足の状況と現状における人手不足の状況というのは、その構造的な内容が違うといった状況ではあります。そして人手不足を補うために生産性向上、業務効率化なんていうところも叫ばれているところではありますけれど、さらにですね、新型コロナウイルス感染症が流行したということで、やはり事業の先行きがなかなか見通せない状況が強くなってきたといった状況で、ビジネスの革新といったところを非常に各社さん意識をしている、そういった事業の革新を起こすために DX 人材の育成といったところがここ数年ですね、注目を浴びているところでリスキリングという言葉が流行ってきたといった状況ではあります。そんな中で企業の DX 化を促進するため、DX 人材の育成をするために東京都におきましてもですね、DX リスキリング助成金というのを設けているといった状況になっております。今回の概要ですけれど、そういった DX リスキリング、デジタル人材の育成に向けた研修というのは、各社どのくらいの割合でも実施をしているのかといったところの研修の実施率について見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をするスキルアップ支援事業についての概要を見ていった上で、スキルアップ支援事業の中にありますそのうちの一つ、 DX リスキリング助成金の概要ですね。その概要、申請対象者、研修内容、助成率について見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、デジタル人材育成に向けた研修の実施率について見ていきたいと思います。やはりですね、大手企業につきましては DX といったところを非常に重視をしておりますので、デジタル人材育成に力を入れておりますけれど、一般企業ではどのくらいの割合でやっているのかといったところですけれど、一般企業において DX に関する初歩的なリテラシーの知識の習得を目的とした研修としてはですね、この薄緑のところのですね、52% がやや実施はしているけれど内容に少し不十分さがある。そして実施もしているし内容も十分であるといったところが 10% になりますので、6割7割程度の会社さんがですね DX に関する研修を何かしらやっているといった状況。一方でですね、その DX を実践をするような基礎的なスキルですとか知識を持つ人材の育成を目的とした選抜的な研修を行っているのは 7% と 35% 足して4割ほどといった状況。そして全体としては半分ほどの会社が何かしら DX に関する意識を持って研修を行っているといったところではあります。こういった形でデジタル人材の育成は重要だというふうに言われており、一般企業においても非常にですね、デジタル人材の育成に向けた研修というのは取り組まれているかなというふうに思いますけれど、一方で課題というのも浮き彫りになってきている状況ではあります。やはりですね、DX 先行企業、IT 系の企業に関しては問題ないんですけれど、一般の企業においてDX 化、デジタル人材でどれほど必要なのかといったところになってきますので、研修をしたところでそれを生かす場がないといったいわゆるですね、研修を行った後の実践の場の提供ですね、こちらに課題を抱えている会社が 53% といった状況になっている状況が出てきております。そして今回ご紹介をするのが東京都におけるスキルアップ支援事業という形になります。こちら令和6年度においては先行してこの4つが公表されておりまして、すでに公募がスタートしているといった状況ではあります。
事業所内のスキルアップに関しましては、自社で企画をした研修、また、公開講座等を利用して研修する場合は、事業場外のスキルアップ、そして今回ご紹介をする DX リスキリング助成金ということで、自社のデジタルトランスフォーメーションのために実施する DX 研修、そしてさらにですね、育業中のスキルアップ助成金といった形で、従業員本人が希望した場合に育業中にスキルアップするための研修に対しての支援といった形ですね。こちらはですね、令和5年度においても行ってはいたんですけれど、今回はスキルアップ支援事業としてまとめられているといった状況で、令和5年度におきましてもありましたけれど、社内型だとか、民間派遣型のスキルアップ研修、またオンラインスキルアップ研修、ですね、オンラインスキルアップ助成金というのもありましたけれど、現時点でそのあたりの研修の助成金に関しては未公表といった形になっております。そして今回はですね、DX リスキリング助成金について見ていきたいと思います。DX リスキリング助成金ですけれど、申請対象者につきましては中小企業等という形になっておりまして、中小企業はどういった会社を言うのかというと、業種としては全部で4つに分類がされているといった状況で、小売飲食、サービス、卸、その他といった形の4区分という形になっております。そしてですね、それぞれの業種の分類に応じて、資本金もしくは出資額ですとか、もしくは使用する従業員の人数、どちらかが要件に該当した場合には、中小企業等に該当して、当該DX リスキリング助成金を申請できるといった状況ですね。その他にですね、申請要件としては、細かいのがありますけれど、都内に本社または主たる営業所があること、事業所があることですとか、都税の未納がないことですとか、あとは支払っている賃金自体が最低賃金以上であることと、そういった要件はありますけれど、まずはですね、企業規模要件というのをチェックしてほしいというふうに思います。そしてこの DX リスキリング助成金の対象となる訓練ですけれど、要件としては全部で11項目抜粋ありますけれど、今回重要なものに関して一部抜粋をしております。まず DX リスキリング助成金を申請するにあたって対象となる研修ですけれど、まずはですね、研修内容がいわゆる既存の研修、レディメイドというふうに呼んでおりますけれど、既存の研修であるか、もしくはオーダーメイドの研修といった形、そしてですね、いずれも集合研修、もしくはオンラインの研修が OK といった形ですね。そして3番目としては、やはりですね、DX 推進のための必要な知識、技能の習得向上を目的としている。そして専門的な資格を取得するための研修であることという形になっております。そして4番目としてはですね、これはもう東京都のスキルアップ支援事業で全部共通ですけれど、通常の業務と区別できることと OJT ではなくて OFJT であることといった形になっております。そしてですね、業務命令として研修をしていただいて、労働時間内に研修を行う、そして所定の賃金を支払うことというのを要件となっている。また、この DX リスキリング助成金を申請するにあたって対象となる教育訓練、研修ですけれど、こちらは3時間以上10時間未満。そして受講した時ですね、受講後に教育機関等からの証明を受けられることといった要件がありますので、これに該当するような研修となるようにしてほしいというふうに思います。そして対象経費と助成額ですけれど、基本的にはですね、受講料、教科書費、教材費ですね、また研修に登録する登録料だとか管理料といったところが対象になるといった形。さらにですね、オーダーメイド型の研修の場合はですね、計画作成料といったところも出てくるかと思いますけどね、計画作成のためのヒアリング料だとか相談料といったところも対象経費として認められるといった状況になっております。そしてですね、助成額につきましては、この DX リスキリング助成金、1人1研修あたり上限が7万5000円という形で、他のですね、事業場内、事業場外と比べるとですね、非常に金額が大きいといった状況ですね。そして助成対象経費の4分の3といった形になっております。
また、助成額の上限ですけれど、これは1申請企業あたりになりますけれど、100万円を上限といった形になっている。事業場内、事業場外につきましては、合わせて年間で1企業あたり150万円という形になっておりましたけれど、この DX リスキリング助成金につきましては、1申請企業あたり単体で100万円といった形。ただ100万円に達していない場合は、100万円に達するまで複数回の申請が可能という形になっております。そして最後に注意点とまとめになりますけれど、こちら東京都のスキルアップ支援事業では共通ですけれど、申請のスケジュールにつきましては、研修開始前の1ヶ月前までに計画申請を出すといった形になっております。こちらは厚生労働省で行っております人材開発支援助成金のスケジュール感と同じといった形になっております。また、申請の方法ですけれど、郵送はできますけれど、J グランツにも対応しておりますので、できればですね、電子申請をしていただければというふうに思います。そして実績報告の時にちょっと注意が必要なのは、オーダーメイド型で研修を行う場合ですね。この場合はですね、実績報告時1研修あたり1枚以上ですね、講師が入っている、受講者が入っているといった研修の風景を撮影した写真が必要になってきております。こちらはですね、企業内で企画をした研修を行う場合の事業場内スキルアップ助成金も同様という形になっておりますので、写真ですね、証拠を取っておくのを忘れないようにしてほしいというふうに思います。DX 研修後ですね、研修も大事ですけれど、研修後の実践の場の提供まで考慮をして取り組んでほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。